皆さん、こんにちは。ネイティブアクセスに接続しようとして、こんなエラーで立ち往生していませんか？この動画では、このエラーが表示された時に試すべき対処法を解説します。Windows 11や Windows 10環境で実践可能な手順ですので、安心してくださいね。このエラーの主な原因として考えられる項目は次に挙げる4つです。管理者権限。管理者としてネイティブアクセスを実行していない場合、必要なシステム操作がブロックされる可能性があります。ネイティブアクセスを右クリックして管理者として実行を選択してください。これでシステム操作がブロックされる問題を回避できる可能性があります。ファイアウォール設定。ファイアウォールによってネイティブアクセスの通信が遮断されることが原因になるケースが多いです。ファイアウォールを一時的に無効化することで接続できるか確認し、その後例外設定でネイティブアクセスを許可してください。アンチウイルスや VPN、ウイルス対策ソフトや VPN がネイティブアクセスの通信を制限している場合があります。アンチウイルスや VPN を一時的にオフにした状態で接続を試し、問題が解消した場合は設定を見直してください。ネットワークの設定。プロキシやルーターの設定によって通信が妨げられている可能性も考えられます。プロキシ設定を確認してください。設定、ネットワークとインターネット、プロキシを開き、必要に応じて無効化して起動を試してみてください。Wi-Fi と有線接続を切り替えるか、ルーターの再起動を試してみると、接続状況がリセットされて通信が安定し、改善することがあります。これらの項目を順に確認することで、問題箇所を特定できるでしょう。そして今回は最も一般的な原因の一つである、ファイアウォールの設定変更について解説していきます。まずは、Windows Security を開きます。手順は、Windows キーを押し、設定を開きます。Windows Security に進みます。メニューに表示されたら Firewall とネットワーク保護を選択します。Firewall とネットワーク保護内で Firewall によるアプリケーションの許可をクリック。設定の変更を選択し、リストにネイティブアクセスがあるか確認します。リストにネイティブアクセスがあれば、チェックをオンにして OK をクリックします。もしも、リストにネイティブアクセスが表示されない場合は、手動で追加が必要になります。設定の変更を押し、リスト下部の別のアプリを許可をクリック。別のアプリを許可のダイアログが開いたら、参照をクリックします。ネイティブアクセスのインストール場所を探します。通常は次のフォルダーにインストールされています。見つけましたら、その中にある nativeaccess.exe というファイルを選択します。選択したら、開くを押してリストに追加します。追加後、プライベートとパブリックのチェックボックスを両方オンにしておけば、すべてのネットワークで通信が許可されます。これで Firewall の設定変更が完了しました。接続を確認して、つながれば成功です。お役に立てたら、ぜひコメント欄で教えてください。評価もいただけると、励みになります。